今日は危機俯瞰においでくださってありがとうございます。今日はフィールドワークをやります。実はその日本人というのは、物をあまり捨てない民族というか、捨てることがなかった民族なんですよ。いわゆるゴミという概念がない。なんかよくゴミ箱にゴミ箱にはゴミ箱の神様があるとかっていうですね、ゴミにはゴミも神様にしてしまうっていう。だから神様だから捨てられないわけですね。するとどうするかって言ったら、長くやっぱりそれを使い続けないといけないので、蘇らせていくわけですね。で、古い家とかっていうのは、実はその建てるときに棟梁と宮司さんが濡れ上げっていうのをして、お祭りをする。それは、末代までこの家で繁栄するようにってお祭りするわけです。つまり家は末代まで。で、末代までっていうともう200年、300年とか500年とか続くわけですよ。建てるときあれだけ丁寧にお参りしてお持ち投げをして、地元の人たちに何百年も続くようにお参りするのに壊すときは誰もお参りにも来ないし、無事さんも来ない。解体屋さんが来てもちゃんと壊してるんです。本来こういう民族ではなかったということなんですけど、じゃあどうやってすればその長く持たせる？どうやってすればその蘇る？その具体的な事例が今もう見つからなくなってきてですね、それぐらい物をたくさん作って捨てる時代になっている。今回はここで日常の暮らしを通して日本人がどうやって自然と一緒に循環しながら末永く暮らすような仕組みを持ってたかということを体験しつつですね、今回のプロジェクトの目的に近づけるような体験をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、実はその古いものっていうのは、長く使えるから古いもので、古いものをずっと維持しようとするためには、古いものを手入れしたり磨き続けなきゃいけない。こうやってパッと塗るだけだったら、これ塗るですよね。塗ると磨くの違いっていうと、磨くっていうのは、どっちかというと、擦るに近いんですけど、そのもののですね、私の言い方だと、徳が引き出されるように磨く。いわゆる、そのもの本来の姿がどんなものだったかなっていうものを、もう一度はっきり浮き出させるというですね。これってどんなものだったかなと思いながら、初心に帰るとも言うんですけど、違う言い方でです。改めてこのお盆を作った時の状態とか、このお盆ってなんで必要となって作られたんだろうとか、そういうことを考えながら、こうやって磨きをかけていくわけです。で、ちょっと今磨いたところと磨いてないところをするので、ちょっと比べてみてもらったら、わかると思うんですけど。空気が変わるでしょ？磨くとやっぱ喜んでるんですよね。家が。昔の人たちはこうやってちょっと縁側に
お祭りして、今日はお月見ですかとか言いながら、うちもやろうとか言いながらみんなやってたかもしれないですね。音とかを聞くんですね。キン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 なる音とかが。結構やっていくことはシンプルなことなんで、日常のその暮らしというかですね、今まではもうたまにこういうのをすると、こんなことやってたんだっていうふうにみんな思いますけど、昔はもうこれが当たり前というかですね。だから実際多分今回動画で撮られてると思うんですけど、皆さんにとっても今世の中では珍しいことは、実は本来は当たり前だったことっていうんですね。でその当たり前だったことが今なくなってきて、いろんなことがわからなくなってきてですね。日本人なのに日本人のことがわからないとか、自然の風土のことがよくわからなくなったとか。でもそれをどうやって思い出すかっていうと、こういう昔の知恵に触れるとですね、なんか蘇ってきたみたいなね、そういう感覚もあると思うので、今日はその蘇った感覚も味わってほしいなと思っています。で、この実はぬかは今日来られている先生の紹介で、ある長い時間つけてるぬかのおばあちゃんのぬかっていうのがあるんですね。それを分けていただいて、それからつけてます。ぜひ体験していただきたいなと思って、本来はこんなカットして入れたりはしないんですけど、今日のお昼ご飯に合わせても使いやすくなるようにということで、あらかじめ塩もみしてカットしてますので、それを差し込んで、お昼食べるように、入れて、ちょっとぬかに触れたりとかしていただきながら差し込んでいただければなと思います。で実はその腐っていくのも発酵なんですよ。いわゆる腐ることで土に帰っていく発酵なんですけど、腐ってしまうと体に悪いから。腐らないような技術を開発したのが発酵。もっと小さく切るともっと早く使えますね。だから昔の人は食べたい時間から逆算して大きさを中秋の名月の頃が実はその里芋の収穫期なんですよ。だから芋名月って言われますね。今まで見守って育ててもらった鑑賞しながら収穫をする。だからこの時期の里芋が実は旬で一番美味しいんですよ。はい。せっかくだからそれもちっちゃく切ってじゃあお出ししましょうかね。はい、隠れ。今なんか機種和歌山県とかでは一粒5000円で売ってるとか発展しても、この梅干しほどの保存はできない。映えますかね。音を今日聞いていただいたらいい音するんですよ。例えば今だったらすごい心地よく切ってるいい音がした。で、また彼が今度鰹節削りますけど、削ってるいい音がする。暮らしの音っていうのはですね、人の気持ちをすごく癒したりする。音で出るんですね。心っていうのは音とともに現れている。で、この昔の家っていうのはいい音をするんですよ。どこで何の作業してもすごくいい音が聞こえてくるので、一日過ごすだけでも癒されるというですね。本当に例えばこういうのを置いたりする音とか、こういうのを閉めたりする音とか、いっぱいあるんです。鰹節とかちょっと硬いんですけど、こういう音とか、どんな音もあるんですけど、こういういろんな音をですね、作業しながら聞けるわけです。本当にぼーっとしますけど気持ちいいです。今日はその音もちょっと注目してもらったらと思います。やっぱこういう暮らしの音って今どんどんやっぱなくなってきているなっていうのを思ったときに、なくなることが悪いことじゃないのかもしれないですけど、次の世代を作っていく子供たちが、それを知ってて選ぶのか選ばないのかっていうのと、知らないまんま選べないっていうのじゃ全然違うなっていうふうに思ったときに、やっぱりこういう暮らしの音を子供たちが選べる状況だけは、今の人たちが残していくのがすごく大事なことなんじゃないかなっていうのを思って、今日は皆さんにこの音、別にうまくやるとかじゃなくて、音を皆さんで体験いただいて、心地よかったりとか美味しかったりっていうことを味わってもらえたらいいななんていうふうに、思ってます。来ましたね。来ましたね。何歳の頃かな、これしたの。小学生だったと思います。
あ、こっちも入れちゃいましょうか。食べちゃうんですか？もうちょっと蒸らしたら。いや、蒸らしというよりは、ちょっと下の方だったらいけるけど。蒸らし時間はちょっと長い。少しでも長く取れない。おかわりもありそうですね。なかったですね。皆さんのでもね。すごい、一つ一つの味がしっかり。あ、そうです。お米は硬くなんかちょうどよかったですか？車座でやるのをですね、私たちは一円対話と呼んでいます。丸く一円玉の一円ですね。聞く方に力を入れるというのがこの一円対話の特徴です。話すより聞く方が大事。10年もすれば、どれくらい生き物が役立っているんですか？どれだけ環境が悪くなっているのか。今の大人たちの状況を見てると、良くなる兆しはほとんど見えない。ただ見えるとすれば、こういうプロジェクトを一生懸命やられている方々の力によって、仲間を増やして、少しでも足元から変えていこうって頑張っている人たちが増えてきている。そういう意味では、決して絶望することはないんでしょうけど、やっぱりコロナのおかげで、もちろんコロナにかかった方とかには、本当にそういうおかげでとか言いにくい部分もあるんですけど、でもそこから何かを学んで、やっぱ次に生かしていくことが、やっぱり生き残っている自分たちの役目だと思いますから、やっぱりこういう暮らしを、それぞれでみんな体験して、子供たちのためにいい世の中にしていってほしいなというふうに思います。今日来られた方々もきっとなんかそこに関係する方々ばっかりがきっと来られてる感じがしたので話を聞いてたら、この体験をうまく持ち帰るので、次に生かしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。